い感じに動いてますね。プリミティアプレイヤーエールです。今回はモーターボートを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、さらにスムーズに安定して動く、信頼できる乗り物にしてみようと思うので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは水に浮かぶための浮きの部分からですね。水の抵抗を利用してまっすぐ進むために薄切りにした木の板をたくさん重ねてこんな感じで2本並べました。その間に両軸化したモーターをつけましょう。ここにプロペラをつけてその推進力で進む仕組みですね。水中で回るスクリュー方式にすると浅いところで引っかかりやすいですし、この世界ではプロペラ形式より遅くなってしまうからです。そしてここで私が乗る部分の部品調達のために一度最初からゲームを始めてスタート地点の大木を倒しましょう。薄くした鉄で体当たりしまくって大木を切り倒したらスライスしたものを設計図に登録しておきます。こうしておけば元のセーブデータに戻った時設計図から呼び出して複製できるわけですね。ついでに大きな板の方も設計図に登録しておきました。早速元の世界に戻ったら複製しておきましょう。複製した大きな板を使うことで一発で私が乗る部分の床を作れますし、全体のパーツ数が少なくなるのでゲームの処理も重くなりにくいはずです。とりあえずこの状態で海に下ろしてみると、ちゃんと浮かんでますね。私が上に飛び乗っても沈まずに浮かんでいるので、このまま部品を追加していきましょう。次は方向を変えるための舵を作ります。こうやって船の床を貫通するようにベアリングを組み合わせたバネをつけたら、その下に木の板を10枚ほど重ねたものを取り付けます。板を重ねることで水の抵抗を受けやすくなるので舵が効きやすくなるはずです。それから舵を動かすためのラリンも作ります。こうやって同じ大きさの短い木の棒をベアリングと地面と固定したジグを利用してきれいに円形に貼り付けたら、その周りにラリンのハンドルっぽく木の棒を放射状に散りばめておきました。よし、これでラリンの完成ですね。こちらを取り付ければ舵の仕組みは完成です。バネと木の板のせいでラリンを回す抵抗は強いですが、これくらい動けば十分に機能してくれるはずです。では次は推進用のプロペラ作りです。ちょっと変わったプロペラにしたかったので、正方形の薄い草をたくさん切り出して重ねたものを斜めにして45度の角度で固定できるように、こうやって細い棒でうまく位置を探りながらなるだけ45度に近い角度で木のかけらを取り付けました。この周りに重ねた草を追加して全部で41枚の草を重ねたプロペラの羽を作ります。そしてこんな感じで木のかけらを組み合わせることで反転形状にも対応できるプロペラの軸を作りました。こちらを4つコピーして左右どちらかの部品を外すかでプロペラの推進方向を決められるわけですね。それを4枚のプロペラの羽に取り付けたら船本体の方にくっつけていきましょう。回転すると進む二重反転プロペラになるように4枚くっつけました。早速モーターに電池をつけて動かしてみましょう。ちゃんと回ってますね。
船の固定を解除すると、プロペラの推進力で進んでくれています。でも、プロペラが水面に触れてますね。ちょっと後ろに傾いてもいたので、プロペラを上に動かして、浮きの位置も前にしてみました。次は、私が上に乗った状態で、プロペラを動かしてみると、よし、速度は遅いですが、プロペラが水面に触れずに、前に進んでくれています。バッテリーを増やせば、もっと早く進みそうなので、さらに作り込んでいきましょう。モーターから配線を伸ばして、船を操縦しながら、スイッチのオンオフができるようにしました。レバーを前に倒せばオン、後ろに倒せばオフになります。バッテリーも3本に増やしたので、スイッチをオンにすれば、いい感じにプロペラが回ってくれました。それでは早速乗ってみましょう。スイッチをオンにすると、前に進んでいます。でも、動きがガクガクしてますね。おっと、いきなり船が跳ね上がりました。それからも、進み続けていましたが、やはり、ガクガクブルブルしていて、不安定です。いた！私もダメージを受けました。多分、水面と接触する部分に、たくさん重ねた木の板を使っていると、動きが不安定になるみたいです。プロペラが水に当たると、弾け飛んで壊れる現象と同じですね。しょうがないので、一旦浮きを外して、木から切り出した木の塊に付け替えましょう。これならどうでしょうか。この状態で、スイッチをオンにすると、今までと明らかに違った安定した動きをしています。でも、そんなにスピードは速くないですし、前に傾いてしまっています。なので今度は、バッテリーを4本増やして、木の板でモーターボートっぽく飾り付けて、重心を変えることで、傾きを防止してみましょう。そうすると、プロペラは速くなりましたが、やっぱり前に傾いてますね。でも、そこそこスピードは出てますし、舵を切った時も、なかなかの勢いで、船が方向を変えてくれました。ちなみに、この時の速度は、秒速 3.6 メートル。プロペラの回転数は、104rpm くらいでした。ここでさらに、バッテリーを4本増やして、浮きの部分を前にずらして、傾きを防止しましょう。もう一度進んでみると、速度は速くなりましたし、さっきより傾きも抑えられています。速度を測ってみると、秒速4メートル、回転数は 131rpm です。さらに傾きを抑えて、速くするために、浮きの位置をさらに前に、バッテリーも5本追加しました。全部で16本ですね。早速乗ってみましょう。すると、傾きはやや後ろ向きで、さらに速度がアップしています。モーターボートらしい、いい進みっぷりですね。これだけスピードが出ていても、舵はよく効くので、クイックに方向転換できています。そして、速度と回転数は、秒速 5.3 メートル、178rpm でした。カメラの位置を固定して、U ターンするところも見てみましょう。これだけのサイズの船なのに、かなり小さい旋回半径で、U ターンすることができています。カメラに向かって方向を変えて、進もうとしても、いい感じに動いてますね。船体も、それほど揺れることなく、安定していますし、速度もそこそこ速く、クイックに舵も効くので、なかなかいいモーターボートになったんじゃないでしょうか。ちなみに、
バッテリーを13本捨てて、3本に減らしても、速度は遅くなりますが、普通に水上を進むことができました。速度を測ると、秒速3メートルくらいと、速くはありませんが、日常使いには問題ない速度です。プロペラの回転数は、74rpm ほどと、かなり低速ですね。速度が遅いおかげで、こうやって、古代の部位を発見した時も、すぐにスイッチをオフにして止まって、回収しに行くことができました。古代の部位を、船体につけたくらいでは、ほとんど動きには影響しないので、安全に持ち帰ることができそうです。バッテリーをたくさんつけた状態だと、複製するのが大変になるので、プリミティア公式ディスコードには、バッテリー3本の状態で、設計図をアップロードしておきますね。それでは最後は、こちらのモーターボートに乗って、行けるところまで、クルージングに行きましょう。サコキャラも、見送ってくれてますね。それでは、出発進行。早送りで見ても、なかなか安定した航行です。舵もよく効いて、操縦しやすいので、バッテリー切れ直前のところで、うまく浅瀬に乗り上げて、停止することができました。ここでバッテリー切れですね。それでは、たくさんクルージングをして、疲れてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも食べ頃になったので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた、モーターボートさんにも、お裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー